おはようございますというかこんにちはです。ついに6日滞在した叔母の家を出発しまして、マドリードへとりあえず1回出てきました。というのがこれが、スペインのマドリードの 0km 原標ですね。日本橋みたいな感じのところになってますが、日があるわけでもなくて、周りが工事中っていうのもあってね、正直東京の日本橋と同じぐらいのがっかりスポットになってます。なんかもうちょっとちゃんとしたところで記念写真を撮りたかった。スペインの道路もポルトガル並みに一貫性がなくて、特にスペインの道路っていうかマドリード周辺っすね。サラマンカとかみたいな本当に田舎の方は高速が一本ズバーンとあって、その脇に国道が何百キロも真横並走してるって感じでめちゃくちゃ走りやすかったんですけど、なんかマドリード近郊は正直めちゃくちゃやりづらいっす。というのも高速道路は本当によく整備されてて、もうまっすぐズバーンとこうどこまでも走ってってるんですけど、その脇にある国道みたいな、国道じゃなくても側道が本当に別に街中というわけでもなく、唐突に平原の中の周りに何もないラウンドアバウトで唐突に終わるんですよ。でそうなるとどうなるかっていうと、もう進むことも引くこともできなくなるんで、地図と必死でにらめっこしてこういう道をなんとか見つけて走る羽目になるわけですね。マドリードを脱出し、グアダラハラっちゅう、なんか東京でいうとこの高崎みたいな街を出て田舎道へ入ってきました。いや相変わらず田舎道に入ると景色が急に綺麗になる。それがスペイン。またこれもなんか誰も来なさそうなところですが、グアルダハラから細いね県道か何かをだいぶ行った先にあるイタという小さな町に着こうとしております。で今さっき面白いところを走ってきたところで、こういう風になんて言うんだろうね、山っちゃ山なんだけど唐突に切れて真っ平らに水平になっている絵に描いたような台地の上を走ってきました。なんかものすごく立派なお城があります。ただね、ご覧の通りの道なんで、ちょっと時間もだんだんやばくなってきたんで、あそこは行けないですね。残念。今日はシグエンサという山あいのカスティーリャ・イ・ラマンチャ州の山あいの町っすねに来てます。でシグエンサ城、城ですよ。本当にね城がたくさんあります。でさっきの城はね、あれは中は後で写真で見たら何も本当にない廃墟どころか多分本当に最初からただの要塞で何もないような場所だったと思うんですけど、ここは違ってなんか結構人がね、偉い人が住んでたりとか、ここのね司教の宮殿だったらしいね、説明を読んだ限りだと。でその前はカスティーリャ女王の誰かがここに幽閉されていたというようなことが書いてあります。で今は何なのかっていうとね、これはパラドールっていうスペインの実は国営ホテルになってます。そのスペインは政府はパラドールという形で国営でこういう歴史的な建築物をね、ちょっと結構高めなんですけど使って豪華なホテルをやったりしてるようです。さっきねパラドールになってる宮殿がもともと司教の、宮殿だったっていう話したと思うんですけど、ただねこんな小さい場所に司教なんてそんな位の高い、つまり司教座があったのかよって思ってたんですけどね、ここが町の大聖堂ですけどね、これは立派ですね。ってことは司教座あったんですよね。多分これ本当にねちゃんとかなり立派な大聖堂になっております。
가지고도 없다 하면 또 이제 또 시급할 것 같아 또 뭐. 그래 말이야 이거 뭐 뽕이나 가지.4月27日夜の9時過ぎ、今日はシグエンサからなんかよくわかんない村までね100キロぐらいまで走ったんですけど、本当に何もない一日でした。で、宿もねないような場所なのと、ちょうどいい公園見つけたんで今日は野宿してますが、現地住民の方とここで2回ほどエンカウントしましたが、まあいい顔はされておりません。スペインはやっぱり野宿難しいと思います。フランスに行ってもうちょっとなんかやりやすくなると嬉しいですね。で、4月28日昼の12時、あちらに見えるのがモンカヨ山地です。もう野宿場所を出て50キロぐらい走りましたが、まあなんかね本当にちょっとだけ登って、このなんていうんですか、山地の尾根というか、まあだだっ広い尾根をねこれは越えるところで、ついにイベリア高原抜けますよこれで。あっちの方はサラゴサの方を流れるエブロ川っていう、確かスペインで一番でかい川か何かの、切り開きました平原になっておりまして、そこへ向かってただひたすら 600m 分だか 700m 分だかこれから下り続けます。結構ねこういう感じで魚はいろんな種類があってね、鮮度もいいようになります。これなんかはもう完全にマダイなんで、日本人からしてみるとここにもあるのかって感じですね。でこれがねヨーロッパアカザエビって、こっちのすごく重要な食用のエビらしくて、ちょっとまだ食べてないんでどっかでトライしてみようと思います。これタラバガニとかに近い仲間に見えるが、これもね意外と安いので、ちょっとこれも後で食べてみたいですね。マテ貝なんかもあって、結構やっぱり食べるものの幅広さは日本に近い。イカもあるからねって感じです。4月29日昼、例の宿泊していたよくわからん小さな町からパンプローナ60キロ先へ向けて余裕の行軍のはずだったんですが、いやーブンブン回ってるね。君たち今日結構発電できてるでしょ。ぜひともちょっとそのエネルギーを分けていただきたいです。ということで今日は多分サラマンカ行った日よりもさらにきつい向かい風に行く手を阻まれております。今引き続き向かい風の中なんですけど、なんか向かい風がそういうんじゃなくなってきてて、さっきねこうやって自転車から降りた状態でも風に自転車ごとなぎ倒されて危なくて道路走れないんで押しております。今ちょっと峠の上みたいな場所であることもあって風が強いんだろうね。これ風かよ、もう風って言わないでしょ。とにかく早くここを抜けないことにはこれどうしようがないな。やっとパンプローナの街が見えるところまで来ました。すごく遠目だけどね、あと15キロぐらいで着きます。下に降りてきてから風はかなり紳士的になりましたが、それでも向かい風は割とあります。まあそんなところです。